はい、お疲れ様です。野良です。今回は両国に来ています。両国といえばお相撲さんの町ですね。ここ総武線のホームなんですけども、降りてすぐ見えている緑の屋根の建物が、相撲とかね、いろんなイベントが行われている両国国技館です。で、今回もまた、両国駅周辺の街並みや住みやすさなんかについて話していければなって思います。では JR 総武線の西口改札を降りていくんですけれども、改札にですね、横綱のでかい額と歴代横綱の手形なんかが展示されています。僕はあまり相撲に詳しくないので、どれがどちら様なのか全然わかんないんですけど、ね、両国は当然ですけど、お相撲さんの部屋とかもあったりするんで、街中にね、お相撲さんが普通に歩いていたりとか、普通に電車に乗ってたりするんで、お相撲さん好きにはたまらない街ですよね、やっぱり。で、西口改札を出ると、こんな感じで開けた風景とロータリーが広がっています。このもうすぐ横が、右横が国技館なんで、相撲見に来るお客さんとかで、ここを混雑するエリアですね。そして駅西口と併設されているのが、江戸のれんという飲食店の施設です。こちらは粋な江戸の食文化を楽しむっていうコンセプトに、11店舗の和食店が軒を連ねています。中に入ると内装もこんな感じで江戸っぽい雰囲気ですごい文化を感じますよね。で、海鮮丼のお店とか江戸前寿司、天ぷら屋さん、蕎麦屋さん、ちゃんこ、もんじゃみたいな魅力的な店舗が揃っています。そして1階スペースの中央にはこちら原寸大の土俵もありますね。もし観光で両国に来たら、ぜひこの江戸のれんでお昼ご飯を食べたいところです。お土産コーナーもちゃんとあります。そして西口を右に進むと隣に両国国技館があります。国技館は、相撲はもちろんですけど、音楽のコンサートだったりとかプロレスとかボクシングの格闘技のイベントも行われているんで、その際にはね、露店なんかも出店したりして、イベントの時期はかなり盛り上がりを感じるところです。ただ、両国に住んでいる住民からすると、国技館がこれだけ駅に近いので、イベントがあるたびに駅が混雑したりとか、交通機関が混雑するんで、その辺ちょっとなって感じるポイントかもしれないですね。まあそのおかげなのか、いい風に見ると、イベントが多いので警察のパトロールが割とぐるぐる回っていて、両国は比較的治安がいい方だと思います。総武線で両国の両隣にある秋葉原とか錦糸町に比べたら絶対治安いいですね。まあ酔っ払いはちょっとまあ普通にいますけど、ホームレスとかは両国で一回も見たことないんで、まあそういう面でも、まあ治安の面ではいい街ですね。両国は駅とか街自体はさほど大きいわけじゃないんですけど、両国国技館があるので周辺には宿泊用のホテルがものすごいいっぱい建っています。浅草とかも近いんで、観光客が集まる場所ではありますね。両国は住む街として見るとマンションが多いですね。家賃相場でいうと23区で比較するとまあ普通くらいです。高くもないけど、まあ、安くもないかな。まあ独身の人向けのいわゆるワンルーム 1K で、まあ、6畳8畳くらいのマンションだと、普通のグレードぐらいのマンションで、家賃8万前後くらいですかね。でもう少し背伸びして 1DK とか 1LDK とかを探すと、まあ、10万超えてくるかなってイメージです。リンクスで2人住まいとかで 2LDK になってくると15万超えって感じですかね。まあ、東京の都心へのアクセスも割といい場所なので、そこそこ、まあね、高い家賃相場ですけど、それこそ山手線圏内の都心に比べたらまだ全然マシだなって思いますね。総武線でいうと、西側に2つ隣が秋葉原駅で、北側の隣が錦糸町駅なんですけど、秋葉原や錦糸町みたいな繁華街に比べると、1万2万くらいは安い家賃相場だと感じています。なので、
都心に通勤通学するなら両国あたりに住むのは、割とコスパいいかなって感じですね。東京駅まで15分くらいですし、新宿、渋谷、池袋、品川も全て30分以内で行けるので、アクセスはまあまあいい方だと思います。で、こちら線路沿いには飲食店が集まっています。両国で一人でサクッとご飯食べるならこの辺りですかね。そして両国といえば相撲といえばちゃんこ鍋なので、両国にはちゃんこ屋さんが多いのも特徴です。こちらの横綱横丁というところを入っていくと、小さな飲み屋さんとかが軒を連ねていて、両国らしい雰囲気が味わえます。お酒を飲むならこの辺のお店がおすすめですね。こちらには日本最大のちゃんこ店と言われているちゃんこ江戸沢両国総本店もあります。では線路沿いに戻りまして、今度は両国の東口側を見に行ってみます。もし両国に住むとなったら多分東口側の方が物件が多いので、はい、東口側にある大江戸線の出口に来ました。出口出たところすぐにあるのが江戸東京博物館です。こちらも国技館と並んで両国の顔といえる大型施設ですね。江戸東京博物館はその名の通り、江戸東京の歴史や文化に触れられる博物館です。建物がね、でかすぎるんで、ちょっと引きで撮り直しました。両国とか墨田区に来たら一度行ってみたい観光スポットの一つですね。で、ここの通りから東方面にまっすぐ進むと錦糸町になります。この両国と錦糸町の間のエリアがマンションが多く建っていて、両国に住むならこの辺の物件が多く出てくると思います。で、交差点を渡ってすぐのところに江戸湯っていう比較的有名なスーパー銭湯があります。僕もよく行くんですけど、ここ2、3年くらい前にリニューアルしてめちゃくちゃ綺麗に刷新されたんですけど、ちょっとね、だいたい入浴だけで2500円くらいするんで、中でご飯とか食べると3000円以上みたいな、まあまあお値段がかかるので、地元民が気軽に来るのはちょっと高いかなって印象もありますね。で、江戸湯からもう少し錦糸町方面に進むと、今度は子供たちが遊べる公園と、それに隣接して、アーティスティックな建物が建ってるんですけど、こちら墨田北斎美術館ですね。江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎って聞いたことあると思うんですけど、その葛飾北斎の美術館ですね。はい。では、駅の東口のところに戻りまして、今度は北側へ少し進んでみます。こちらに建っているバカでっかい建物は第一ホテル両国です。で、もう少しこの先進むと知る人ぞ知る公園もあるので、ちょっとそちら見に行ってみます。こちらが横網町公園と言います。入ってみると少し普通の公園とは違うと思うんですけど、ここは戦後の東京の復興記念館などが立地するメモリアルパークっていう感じになっています。公園に入って正面にあるのは東京都慰霊堂ですね。関東大震災と、東京大空襲の亡くなった方、およそ16万3000体の遺骨が内部に安置されています。で、その右側にある大きな花壇は、東京大空襲で亡くなられた方々の、犠牲者名簿を内部に収めている平和の日ですね。こうしてみると少し重い雰囲気を感じるかもしれませんが、普通に子供が遊ぶ遊具もありますし、日本庭園のような池のスペースもあるので、落ち着く場所ではありますね。では今度は駅に戻りまして、東口側の南方面へ進んでみます。両国は住みやすさで言うと、駅周辺の賑わいもあって、ご飯屋さんもそれなりにあって、で公園とか緑もあって、賑やかすぎず廃れすぎずっていうバランスのいい街なんですが、僕がね感じているマイナスポイントが2つあって、その1つがまずスーパーが少ないことですね。隣町の錦糸町にはライフとかマルエツとか西友みたいな大型スーパーがいくつもあるんですけど、両国にはイオン系列のマイバスケットみたいな、ちょっと小さいスーパーはあるんですけど、大型のスーパーが多分ないです。で、これがまず1点ですね。
あともう一つは大型の商業施設もないです。例えば服屋さん、アパレルだったりとか、あと本屋がないのがちょっと個人的には厳しいですね。そういうのを買うときは隣の錦糸町に行くか、あるいは2つ隣の秋葉原まで行く必要がありますね。錦糸町なんて自転車で5分くらいですし、秋葉原も自転車だったら10分程度で行けるので、そこまで致命的な問題ってわけではないですけど、両国駅周辺に一つでもね、大きなショッピングモールができたらかなり大きいんですけどね。コンビニは多数あるので、生活する上で困ることっていうのはないんですけどね。で、南側に進んでいくと、国道14号線とぶつかります。この国道も左、つまり、東側に行くと錦糸町ですね。右側、西側に行くと浅草とか日本橋方面になります。この右に曲がって西側には隅田川が流れていて、ちょっとした癒しスポットなので、最後にそちら行ってみたいと思います。はい、こちら、隅田川に架かる両国橋に来ました。橋を渡って右方面のエリアが浅草とか秋葉原の方面です。で、左サイドが、日本橋方面ですね。そっちの方に銀座とか大手町とかもあって、自転車で比較的ちゃちゃっと行けちゃいます。では、テラスに降りてみます。東京の東側には、東京の動脈と言われる荒川と、あと隅田川っていう大きな2つの川がありますけど、荒川の方はまさに土手って感じの荒川河川敷ですけど、隅田川はそれに比べると結構綺麗に整備されてます。やっぱり浅草とか近くて、観光客が、よく来るっていうのが多分、綺麗にしてる理由ですね。なんで、ここでランニングしたりして走ってる人もいっぱいいますね。ここに座って川を眺めていると、クルーズ船とか屋形船とか、いろいろな船が行き来するので、そういう風景を眺めながらぼーっとするのも癒しになります。という感じで最後に僕としての両国の所感ですけど、両国は単身者とか、あるいはカップル、二人暮らしで住むのにはいい街だなっていう感想ですね。都心へのアクセスも良くて、家賃相場も、隣の錦糸町とか秋葉原みたいな山手線沿線レベルよりは多少安く住めます。治安もいいですしね。両国国技館もあって、イベントも多いので街の盛り上がりもありますし、公園や隅田川っていう落ち着ける自然スポットもあるんで、逆にデメリットを考えると、ファミリーで住むなら少し家賃かかっても隣の錦糸町の方が向いてるなって感じます。やっぱ両国は大型の商業施設がなくて、大型スーパーやファミレスも少ないです。一人で入れる飲食店は多いんですけど、家族で行くようなご飯屋さんがちょっと少ないなって印象ですね。あと子供がのびのび遊べるような場所もちょっと少ないです。これが錦糸町なら大型施設がめちゃくちゃ多くて買い物にまず困らないですし、ファミレスやフードコートも盛りだくさんだし、錦糸公園や、あと猿江温泉公園っていうバカでかい公園も多数あって、ファミリーもめっちゃ多いです。錦糸町の方も動画撮ってるので、ファミリーの方はそっちの方が参考になるかと思います。ではこんな感じで今回は終わりたいと思います。またね。